皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。スカイウォードソードのバドは鶏がモデルなんだそうです。スカイウォードソード、ブレスオブザワイルド、トワイライトプリンセス、時のオカリナのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回は知っているとスカイウォードソード HD を何倍も楽しめるであろういくつかの小ネタについてお話ししていきます。まずこんな感じで進めていきますという例を挙げます。ナリシャ様、スカイウォードソードの積乱雲の中、歌島の周りを飛んでいる空の大精霊ナリシャ様。ブレスオブザワイルドではオルディン地方にあるクジラの大化石が頭部の硬い皿のような特徴的な部分からナリシャ様の後の姿なんじゃないかと言われていましたね。その真意は確かめられませんが、ブレワイとナリシャ様といえばもう一箇所深い関わりがありそうな場所がありました。それがシーカー族の村、カカリコ村です。カカリコ村の周りはナリシャ高地という名前の特徴的な丸い形の山たちの横にあって、まるで見守られているようにも見えます。ナリシャ様はかぼちゃのスープが大好きで、元気づけるためにそれを運ぶというイベントもありましたよね。ブレワイのカカリコ村の名産、鎧かぼちゃはそこから発想したものなんだと考えています。さらにこれは生放送でもお話ししたことがあるんですが、スカオ作中でナリシャ様の背中に乗ると聞き覚えのある BGM が鳴るんですよね。ブレワイのカカリコ村の BGM に似ていませんか？調べてみるとどうやら尺八の音色だそうです。詳しい関連は分かりませんが、ブレワイのカカリコ村の BGM はこれが元ネタかと思われます。さらにブレワイのカカリコ村の BGM の中にもゼルダゲームで毎度のように聞くいつものカカリコ村の BGM の一節が入ってるらしいんです。残念ながら僕は探せなかったんですが、皆さんも興味がありましたらリピートして見つけてみてくださいね。その一節よりもナリシャ様っぽい音楽を前面に出してきたのには何かしらの意図、メッセージが隠されているんだと思っています。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。天空の人、スカイウォードソードと同時期に発売された25周年記念書籍ハイラルヒストリアから気になった検討項についていくつかお話しします。スカイロフトの住人はまずは鳥をモデルに作るというところからデザインを構築していったようです。例として鶏のトサカから発想してバドのとんがった髪型が生まれたり、騎士学校のアウール先生やホーネル先生は風のタクトのリト族の服装を参考にしていたり、校長でゼルダのお父さんのゲポラはフクロウに見た目を寄せています。バドってバードから来てる名前なんでしょうか？バッドかな？フクロウといえば時のオカリナに出てくる賢者ラウルが生まれ変わった姿、ケポラゲボラですよね。彼の検討項では賢者ラウルととてもよく似た姿がデザインされていました。血がつながってるとかそういうのはありますかね？詳しくは明かされていませんけど、匂わせとも言えるんではないでしょうか。ゲポラ校長といえばトワプリの教会の牧師レナードの胸あたりにあったマークが謎でずっと気になっていたんですが、そのカカリコ村の教会の地下、天空と関連のあるフクロウの石像の真上やゲポラの胸にある鳥のような飾りから来ているマークかもなぁと最近気づきました。無駄話すみません。スカイウォードソード HD の最近公開になった CM たち全部見ると結構網羅的でネタバレと言える域までいってる気がするんですが、未プレイの方たちは大丈夫なんでしょうかね。皆さんこの動画を見てくださってるということはきっとスカイウォードソード HD を購入する方々だと思うんですが、例のマスターソードとハイリアの縦デザインのジョイコンは一緒に買いますかね。僕は欲しい気持ちはあるんですけど、お金を節約したいので購入を諦めました。それを購入する方は新品のジョイコンでプレイするので問題ないんですが、使い慣れたジョイコンでプレイする方の中でスティックを触っていないのにキャラクターが勝手に左の方に動いていっている方、ドリフトと言われている現象らしいですね。この現象が起きている方は YouTube で検索すれば直し方、スティックの交換の仕方など解説してくださってる動画がたくさんあります。スカボ HD を
満喫するために今のうちに直しておきましょうね。僕もジョイコン、プロコンともにこれに悩まされていたので、解説に従って接点復活剤とやらを購入し、スティックの根元に刺しました。対処としてこれが一番正しいとも、その状態が維持されるかもわかりませんが、今のところ正常ですね。原因によって対処も様々なようですので、どうなっても今のままよりマシだなと感じる方は、ご自分の状態に合った対処法を探して試してみてはいかがでしょうか。ブツッと切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は、2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。